こんにちは、ふるちゃんです。今回は4月30日から開催される外伝未来ソサイティプライズガチャサイバーの3キャラクターを紹介していきます。それではまず1人目、ウルキオラシファーです。ウルキオラシファーは力属性となっており、キラーはクインシーキラー。ソウル特性はキャラ強化を進めることで強攻撃ダメージ 20% アップおよび強攻撃クールタイム 12% 短縮になります。すべての攻撃に弱体を持つ青攻撃タイプの強攻撃特化となっております。さらに敵を撃破するごとに特定の効果を発動する撃破数ボーナス効果を持っております。撃破数ボーナス効果で発動する効果は20体撃破で強攻撃ダメージ 20% アップ、40体撃破でチームパーティー強攻撃ダメージ 20% アップとなっております。またパッシブスキルは緊急回回数プラス1、チームパーティーフィールド侵入時回復 20%、スーパーアーマーを持っております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。新アビリティクインシーへの状態異常確率アップを持っているため、属性問わずクインシー所属の敵を状態異常にさせやすくなります。さらに敵状態時全ダメージアップ 40% および状態異常付与時一定時間冷圧 80% アップを持っており、敵を状態異常にすると高い火力を出すことができます。その他にもソウル特性強攻撃ダメージ 20% アップや撃破数ボーナスによる20体撃破時の効果で強攻撃ダメージ 20% アップ、撃破数ボーナスによる40体撃破時の効果でチームパーティー強攻撃ダメージ 20% アップを持っております。そのため自分の強攻撃ダメージだけでなく他のキャラの強攻撃ダメージも上げることができるので、敵が多く出現する限界討伐クエストなどで活躍できます。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は奥行きのある前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを含めた前方攻撃で、さらに自身を中心とした遠配攻撃となります。そして強攻撃3です。強攻撃3はため2段攻撃となっております。1段目の攻撃で自身の周りを含めた前方攻撃を行い、そのままボタンを長押しすることで2段階目の強力な全画面攻撃が発生します。最後に必殺技エレクトリックトリガーです。見つかったか。ならば仕方ない。以上ウルキオラシファーでした。続いては井上織姫です。井上織姫は技属性となっており、キラーは死神キラー。ソウル特性はキャラ強化を進めることで被ダメージ 21% ダウンになります。青攻撃タイプの通常攻撃特化となっており、パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、通常攻撃範囲 20% アップ、死神からのダメージ回避 50% を持っております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。まずは強攻撃には強化技と追尾式設置技が同時に発動されるため、パーティーを強化しながら敵を設置技で追って攻撃できます。またアビリティグループバトル時通常攻撃ヒット数アッププラス2、グループバトル時青攻撃ダメージアップ 30% アップ、グループバトル時キラー効果アップ 50% も習得できるので、グループバトルで大きなダメージを出すことができます。その他にはアビリティチームパーティー技属性の通常攻撃ダメージ 20% アップを習得できるため、技属性キャラで編成するとさらに大きなダメージを出すことができる点も特徴です。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は敵を押し込む前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は
敵の方向に自動で移動しながら攻撃を続ける追尾式設置技で攻撃します。こちら強化技となっております。そして強攻撃3です。強攻撃3は自身の周りを含めた前方攻撃です。最後に必殺技ハックビジョンです。それ以上好きにはさせない。じっとしててね。以上、井上織姫でした。続いてはノイトラジルカです。ノイトラジルカは心属性となっており、キラーはクインシーキラー、ソウル特性はキャラ強化を進めることで知のリンク強化跳躍獲得数プラス5になります。すべての攻撃に烈傷を持つ赤攻撃タイプの強攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回回数プラス1、敵ガード無効、強攻撃範囲 20% アップを持っております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。ソウル特性知のリンク強化跳躍獲得数プラス5と、アビリティ知のリンク強化薬獲得数プラス5、知のリンク強化跳躍獲得数プラス5を持っているため、育成素材を集めることに高い適性を持つキャラクターとなっております。さらに他のキャラクターにリンクさせるとリンク強化跳躍を集められますので、キャラリンクとしても活躍できます。また全ての攻撃に烈傷を持つため、アビリティ知属性の状態異常確率アップ、敵烈傷状態時全ダメージ 60% アップ、状態異常付与時一定時間冷圧 80% アップを習得することで、知属性の敵を状態異常にさせて高いダメージを出しやすくなる点も特徴です。そしてアビリティ状態異常効果時間プラス2秒も習得できるため、敵を状態異常にかける時間を伸ばすことができます。最後にアビリティ全状態異常 100% 短縮も持っているため、状態異常ギミックを心配せずに幅広いクエストに連れて行けます。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は目の前に敵を集めて攻撃します。次に強攻撃2です。強攻撃2は敵を集めて前方移動しながら攻撃します。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技スクラップブラストです。雑魚が生きがってんじゃねえぞクソが以上ノイトラジルガでした。外伝未来ソサイティプライズガチャサイバーのキャラクター紹介でした。新キャラクターは4月30日から登場予定です。ぜひ皆さんゲットしてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。